はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、何を話そうかなって思った時、そのコメントで、センター直前期ってどういう過ごし方してたんですかっていう風に質問をたくさんいただいたので、せっかくなので、この場でお答えしようかなと思います。で、初めに言っておきますけど、参考にはならないかもしれないですね。あくまで受験生の方は参考にできるところがあれば参考にしてもらいつつ、基本的には、はぁ、みたいな感じで聞いてもらえたらなと思います。はい。で、結論から言うと、僕は、そんな受験、切羽詰まってる方ではなかったので、いろいろ自由に過ごしていたという感じですかね。で、模試とかたくさんあるじゃないですか。その模試で基本的にずっと A 判定、しかも A 判定の偏差値ラインのプラス10ぐらいをずっとキープしていたので、おそらく平気だろうと。かつ、そのセンター試験は、東大の場合は、めちゃくちゃ圧縮されるんですね。110点満点に圧縮されると。で、900点が110点に圧縮されるので、センター試験を20点伸ばしたところで、2次の方の換算では2点ぐらいしか変わらないんですよ。で、東大学部の、離散なんですけど、離散の足切りラインっていうのは、ほぼセンター試験合ってないようなものなので、まず足切られることはないっていうことで、正直そのセンター試験に重きを置いてなかったんですね。だから、まず皆さんに伝えたいことは、結局ゴールは2次で通ることなのであるから、みんなセンター試験直前期だからセンター試験やろうねみたいなムードではあるけれども、やっぱり自分の実力とか状況とかも見て判断してほしいなと思います。だって、2次で例えば社会使わないのに何十時間何百時間勉強してその点数を30点上げるんだったら、センター試験以外の数3やって確実に10点とか伸ばしていった方がトータルゴールには近づくのかなと思います。それ僕、司法試験の時も担当式試験と論文式試験っていうのがあって、担当式試験っていうのは最小限に抑えて結局論文が一番の山場だからそこに合わせながら間で担当式の知識をちょっとずつ補充してるっていう、そういったスタイルをずっとやって短期合格をしたっていう感じなので、やっぱりその目標っていうところから逆算していったらいいのかなと思います。という、前置きをしましてですね、僕がどう過ごしたかと言いますと、センター試験の1週間前ぐらいですかね。僕が当時、ミワっていう女性アイドル、間違えた。アイドルっぽいアーティストだからちょっと、仕切り直し。ミワさんが受験生応援企画みたいなので、代々木のカフェとコラボして、限定ピックを販売してたんですね。で、そのカフェでは、例えば、桜咲くケーキみたいな、桜味のケーキだったりを出してて、そういった受験生企画があったと。そのピックが先着何名とかだったんですよ。で、ツイッターとか見ると、その前日の深夜からもう長蛇の列ができてるみたいな。そういった感じで、これ僕も行かないとやばいっていうふうに思って、保護者同伴のもと、オールで並んだりとかしてたんですね。で、それがセンター試験1週間前と。他にも、ちょっと話は変わるんですけど、その教習所に行きたいみたいな風に思ってて、っていうのも、大学入った後に教習所行ったら、友達と遊ぶ時間が制限されるじゃないですか。だったら、受験期でどうせ友達と遊べない時期に教習所を済ませておきたいなっていう風に思って、教習所行きたいっていう風に親に伝えたんですけど、かなり反対されましたね。たびたびそういったことで親と喧嘩になってみたいなことあったんですけど、結局もう申し込んでもいいけど行かないでねっていう風に言われて分かったっていうことで一応申し込みはして、で隠れて行ってたんですよ。後で怒られたんですけどね。で、ただ問題があって、僕3月が誕生日なんですけど、ちゃんと18歳になるまでは仮免までしか取れないんですよね。っていうまさかの年齢制限っていう壁にぶち当たって結局免許は取れなかったと。大学入って、結構先のその免許の締め切りっていうか、その教習所の締め切りギリギリのところで最後の方ガーッとやばい行かないとみたいな感じで行って無事取ったんですけど、そんな感じでしたね。二次試験の方も1週間前ぐらいに NHK ホールのところで、今ちょっと名前変わりましたけどライブがあって、それにも行きましたし、結構自由にしてましたね。ただそれはちゃんと前々からしっかりと勉強して積み重ねで
高校2年生の終わりの時点で同日模試っていう、その年の入試を1個下の学年の時点でどれぐらい取れるか試してみようっていう同日試験っていうのがあったんですけど、それでも理科3の点数を余裕で超えていて、さすがに落ちることはないだろうなみたいな感じでやって、ちゃんとその前々から勉強してたからそうはなったということで、参考になりはしないかもしれないですけど、逆に高校1年生とか高校2年生の方にとってはちゃんと早いうちからやっておくと少し気持ち的にも余裕ができるよっていうことで頑張ってもらえたらなと思います。で、センター試験直前期とかいろいろ遊んではいたんですけど、本当に直前の直前期1月入ってからなんですけど、僕社会の勉強を始めまして、無事日本史ですね。始めたきっかけっていうのも、1月の頭ぐらいに実家に戻りまして、大集合して、でその時に結構何もすることがなかったのを親が見かねて、社会の勉強しなよっていうふうに言われたと。で実際僕本当社会の勉強全くしてなくて、学校の試験はちゃんとやって、その90点とかは学校の試験では無難に取ってはいたんですけど、そのセンター用の勉強は全くしてなかったので、一番最後のセンタープレイみたいな、本当に12月かわかんないけどぐらいに受けたやつで結果が50点切ってたのかな、確か50点切ってて、でも正直その社会を50点ぐらいから100点に上げたとしてもたった50点じゃないですか。それ2次に圧縮したら本当に5点分ぐらいにしかならないんですよ。5点別に落としたところで痛くも痒くもないし、僕の場合は別に5点落としたところで合否に影響ないと思ってたし、かつそこに労力割くなら別のところに割いた方がいいっていうふうに思っていて、ずっと放置してたんですね。だけどやっぱり入試シーズン近くなってきた場合にいい点数できるなら取っておきたいなっていう気持ちに変わってたんですね。ということでそこからめちゃめちゃ勉強したという感じですね。本当にもう2週間社会以外しなかったんじゃないですかね。一応国語とかその時間配分的にギリギリだろうなっていうところはたまに解いて、その時間配分をしっかりとセンター試験に向けて合わせたんですけど、社会はもう本当にひたすらやってたと。で、基本的に何をやったかというと、一冊センター用の参考書を買って、その参考書をひたすら読んで頭の中で整理して、こういうことあったなって学校の試験で一回覚えてるんで、もうすんなり入ってくるんですね。こういうことあったな、こうだったな、こうだったなっていうのをパッパッパって整理して、赤シートとかで単語を覚えて、こうだったな、こういう流れだったなっていうのをその都度その都度やって、で、ある程度のまとまり、ある程度章が進んだら、そのタイミングでこれまで勉強した分を頭の中でちゃんとこういうことがあって、こういうことがあって、こういう話があったなっていうのを反芻しながら、なんとなくもう一回教科書で確認してっていうのをざーっと何週も何週もしたんですね。それが本当に2週間ぐらいですかね。2週間かけてセンター日本史に向けて焦点を絞ったと。それで大体93点かなぐらいまで持っていけたので、要は直前期ガッと詰め込めばセンター日本史も50点弱から92点まで持っていくことができるんですね。ということで、今まだまだ点数足りてないなって思っても、本当にこの受験直前期に何をするかで、それをどういうふうに勉強するかで全然変わっていくと思うので、最後のラストスパートは決めてほしいなと思います。だって例えばセンター英語とか単語で言ったらたかだか1000単語ぐらい覚えておけばいけるんですよ。本当にドッグとか覚えてない人だったら1000単語じゃ済まないかもしれないですけど、基本的に普通にやってる人だったらどんなに覚えてない人でもあと1000単語ぐらい覚えておけばいいと。1000単語ぐらいだったら、ちゃんと勉強すれば1週間もあればさすがに覚えられると思うんで、そういう感じで徹底的に潰していくということをやってもらえれば今からでも遅くないんじゃないかなと思います。はい。ということで、受験生の方は最後まで諦めない。今年受験じゃない方も来年に向けて今から頑張っておくと。言うて2週間前の時点で英単語1000単語を覚えなきゃっていう状況だとかなり苦しいと思うので、ちゃんとコツコツと進めておく。1年間ってあっという間ですからね。だからちゃんと気を抜かず最後まで頑張ってもらえたらなと思います。はい、ということで、僕がセンター試験どういう風に過ごしていたかっていうことをお話ししてきたんですが、参考にならなかったら参考にならなかったでしょうがないけれども、参考になった部分があればそれをしっかりと吸収して、受験に向けてしっかりと調整してもらえたらなと思います。
はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。